はい、どうも藤井です。今回はザ・ウィラードです。1980年代中頃、バンドブームが起こり始めた頃にインディーズ御三家と呼ばれ人気を得てメジャーに進出しました。他のパンクバンドとは一味違った世界観を持ったバンドで、少々マニアックでカルト的な存在だったように思います。しかし個人的には非常に思い入れの強いバンドです。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを紹介しています。80年代の日本と英国が多めですが、その他も幅広く取り上げていく予定です。ザ・ウィラードはボーカルのジュンを中心にして1983年に結成された日本のパンクロックバンドです。そのシートやファースト EP をインディーズでリリースするなどしますが、1984年1月には活動休止。この間、ジュンはスターリンにギタリストとして参加します。84年5月には活動再開。そこからは活発に活動し、EP を数枚リリースした後、85年9月に雑誌宝島から発足したインディーズレーベルキャプテンレコードからファーストアルバムグッドイブニングワンダフルフィエンドを発表します。この時のメンバーはボーカルジュン、ドラム京也、ベースクラン、ギターユー、サウンドルックスともにイギリスのパンクバンドザ・ダムドを思わせるもので、ダムドのボーカルデイブ・バニアンがドラキュラルック、ウィラードのジュンは海賊ルックとアレンジは加えているものの、その影響はあからさまでした。しかし他のパンクバンドには見られないドラマチックな曲と映画的、特にホラー映画をモチーフにしたような歌詞は強烈な個性を放ち、人気を得て、このアルバムは当時のインディーズでは異例の2万枚という売り上げを記録したと言われています。そして翌年1986年にメジャーレーベルに移籍し、セカンドアルバム Who Sings a Gloria を発表。この時期ギターのユーが脱退、シンが加入しています。で、その翌年1987年にメジャー第2弾通算3枚目のアルバム The Legend of Silver Guns を発表。インディーズ時代から比べると空間を生かしたサウンドになってきたのが特徴で、ザ・ダムドでいうとブラックアルバムに近い印象があります。じゃあ1曲ずつ聴いていきましょう。 A 面1曲目、ナーバスレッドフライデー。頭のギターリフからしてかっこよすぎる、自分の中ではウィラードの代表曲だと思っている曲です。疾走感ある演奏にダークなメロディーと歌詞が最高にクールでかっこいいです。2曲目、スマートエスケープフォーエバー。こちらも目まぐるしい展開の疾走感のある曲です。3曲目、フェアリーテール。タイトル通りファンタジックでキャッチーな曲。不思議の国のアリスがモチーフになったと思われる歌詞ですね。ウィーラード史上最もポップな曲かもしれません。4曲目、ハイウェイマン。テンポの速いロカビリーチックな曲です。こういったウエスタン的な世界観もウィーラードの曲にはたびたび出てきますね。5曲目、In the City of White Light。ミドルテンポのしっとりとした曲です。オルガンの音が60年代のサイケデリックロックを思わせます。地味に好きな曲ですね。B 面1曲目はシリーゲームス。ドラマチックな展開のウィーラードらしい曲です。12インチシングルでリリースされていました。B 面2曲目 Waiting for My Phantom Jeremy。 シャッフルビートのブリティッシュポップ風の曲です。この曲とフェアリーテールが入っているおかげでかなりポップな印象のアルバムになっていますね。どちらの曲も大好きですけどね。 B 面3曲目 The Legend of Silver Guns。 インストゥルメンタルのタイトルチューンです。目まぐるしく展開していきますね。 B 面4曲目ラストは Return in Triumph。 自分的ウィーラードの代表曲その2です。こちらもイントロのリフからかっこいい疾走感のある曲です。インディーズ時代のホラー的モチーフは減って西部劇的なイメージが打ち出された内容のアルバムになりました。
アレンジは空間を生かすようなクリア感のある音でパンクっぽさは減りましたが、スピード感のある曲が多くアグレッシブな印象は強いです。ある意味ウィラードの中でもポップで聴きやすいアルバムだと思います。しかしウィラードというバンドは一貫して分かりやすい現実的なまたは等身大のテーマは扱わず、映画的なフィクションの世界を歌うバンドです。それもかなり西洋的な世界観で、好きな人にはたまらないけどそうでない人には何が何やらという感じのバンドだと思います。このあたりはボーカルのジュンの趣味趣向が反映されたもので、言ってしまえばザ・ウィラードイコールジュンと考えても間違いはないでしょう。さて、自分がザ・ウィラードを知ったのはメジャーデビュー後、ラン・シンディ・ランという曲をシングルで出した頃にテレビでその曲を演奏したのを見たのですが、その第一印象はすごく歌が下手だなというもので、全然良い印象ではなかったのですが、その後 NHK で放送していた趣味講座ベストサウンドという番組に出演した時に演奏がめちゃめちゃかっこよくて一気に好きになりました。そのしばらく後になって自分たちはバンドを始めて爆竹のコピーやラフィンノーズのコピーをやっていたんですけど、ある時誰が言い出したか忘れたんですけど、ウィラードのコピーをやろうということになって、それで誰かからこのアルバムを借りてきてバンドスコアを買ってコピーしたんですね。自分はベースをやっていたんですけど、これが爆竹やラフィンノーズよりかなり難しかったんですね。テンポが速い上にかなり動きのあるベースラインで、最初はもうこんなのできないって感じだったんですけど、なんとか練習して弾けるようになって、バンドで合わせた時はもう結構達成感がありました。やった曲はナーバスレッドフライデー、スマートエスケープフォーエバー、フェアリーテール、シリーゲームズ、リターイントライアンフ、あとハイウェイマンもやったかな。このアルバムからたくさんコピーしましたね。特にスマートエスケープフォーエバーが難しかったですね。で、ナーバスレッドフライデーとリターイントライアンフは特に好きな曲でした。この2曲は弾くのも演奏するのも好きでしたね。ちなみにフーシングサグローリアのバンドスコアも出てたんですけど、入手できなくてコピーはできずじまいでした。トリックスターっていう曲とかやりたかったんですけど、当時の自分たちには耳コピするのが難しかったです。その後のザ・ウィラードですが、1988年にフォースアルバムザ・タウン・イン・ディスティニーを発表。その後ベースのクランが脱退。元ザ・ロッカーズで、ルースターズにも在籍していた穴井二吉が加入。1990年に5枚目のアルバムザ・ウィラードを発表。その後あたりでギターのシンが脱退。ちなみにシンさんは2010年頃若くして病気で亡くなられています。自分はシンさんの在籍時のザ・ウィラードが好きだったので非常に残念ですね。ザ・ウィラードはその後もメンバーの出入りが激しく、1997年にはオリジナルメンバーのドラムの京也が脱退。より以前にも増して純のソロプロジェクト的になっていきます。正直自分は5枚目のザ・ウィラード以降は終えていないです。そしてコアなザ・ウィラードファンからしてみればメジャーレーベルの意向が強くポップすぎると思われてそうなフーシングサ・グローリア、ザ・レジェンド・オブ・シルバー・ガンズ、ザ・タウン・イン・ディスティニーの3枚が好きだったりします。そういう意味ではウィラードの熱心なファンというわけではないのですが、バンドを始めた頃に一つの達成感を感じることのできた特別に思い入れのあるアルバムではあります。このアルバムもやっと最近手に入れることができて、そしたらサンプル版だったりしたんですけど、久々に聴いてみて感慨深いというか、当時は実は知らなかったザ・ダムドっぽいところとかも含めて、やっぱり最高にかっこいい大好きすぎるアルバムだと思いました。はい、というわけで今回はザ・ウィラードを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。